こんにちは。こんにちは。今回ははい。本格的な石付き盆栽を作っていただけるということで。そうですね。もうおふざけ一切なしであ真剣に今回はやっていこうかなと。真面目な回。真面目な感じでね、はい。はい頑張っていきたいと思いはい。ます。では石付きにする木の紹介はい。からいいですか。はい。こちらこの木ですね。山鳥の心拍。そうですね。一番の見どころがね、ここの天舎利でしょうからね。板幹というかね、すごいですね。あとは中も割と動きがあって時代もいいので。すごい。あ、はいこんな太かったんだ。そうです。ここまで。板舎利がね。なんであとはつけた具合で枝を抜きます。この枝抜きも見どころの、そうですねはいどういうふうに作るかっていうのの重大なポイントだと。そうですね。ちょっと寂しくなるくらいが数年後はちょうどいいああ、なるほど。っていう計算で抜ければいいと思います。はい。はいじゃあそんな塩梅も見つつ、そうですね。はい。作業をお願いいたします。お願いします。はい。というわけで、作業開始はい。です。じゃあまず石の説明からいきますか。カメラの方から見てこっちが前かな。揖斐川の石だと思われます。入り側？揖斐川。揖揖斐石ってよく言うやつ。斐石。そう。はい。今回も前日2枚持ってこの固定はしてあります。導線がはい固定されてると。はい。銅の方がやっぱ水かかってこう硬くなってって木動かなくなるにはいいと思ってるんで、僕はいつも銅線でやりますね。なるほど。はいで、はいこれは排水の穴が開いてるんですね、ここに。はい、そこはちゃんと底網ネットで一応土が流れないようにして、この石のいいところはまず植えやすい、そうですね。植えやすい形をしているのと、あと土しっかりこっちの裏側までたくさん入りそうなので、下草であったり土留めの黄金シだとかいろいろ根が張る植物植えれるところがあるので、自然っぽい僕が好きな石付きを作りやすい。なるほど。はい、あとは固定、もうここがこの下準備がすごく大事なんで、そこが終わってれば、あれですね、名言を残してましたね。準備が何割とかね。そうそうあ、そうそう、それです。はい。何割でしたっけ？分かんない、8割くらいかな。ぐらいの。なんであとはもう木をつけて、あとは具合でやっていくだけなんで、わかりました。やっていきたいと思います。これジャンプした方がいいですか？大丈夫です。場所変わんないんで。あ、すみません。はい、わかりました。おふざけなしなんで今日は。そう、今日真面目な回です。まずは毛と土。はい。まだ練ってません。はい。で水含んだこういう状態なんで、最初まず石と毛と土をなじませるためにこういう団子をね、もっと練りが欲しいかな。これは毛と土以外に何か入ってるんですか？毛と土だけ、最初はあ、そう。毛と土だけです。おこういう団子をいくつかしっかり練って作っておくと楽なんですよ。はい。だから先に作っとけっていう話ですよね。でこの粘土っていうんですか、硬さ、あ、粘土。あんまり水多すぎてもダメだし、少なすぎてもカッサカサなんで、潰してこのくらいになるように、なるほど。くらいの硬さがちょうどいいと。ちょうどいい、ですね。でこういう隙間、土を入れるところがね、だいたい想像はついてますんで、こういう隙間にもしっかりと入れて指で押していくと、そうすると穴にどんどん入っていくんで、結構入るんですよね。まずはケットをちゃんと隙間に入れていって土の容量を確保する第一フェーズ。なるほど。はい、第一フェーズでございます。使いますね、そういうところも。ダメちょっとさてライジングサザエさんはとか始まっちゃうから、ライジング？ダメですって。35歳なんだから大人なんだから。結構まんべんなくて、今回ね結構広く植えれると思う。そこのとこは毛と土はない感じ？入れちゃいましたよ。あそこもやっちゃうの？入れちゃいました。何より石付きの唯一良くないようなところとして乾きやすいっていう性質がありますから、これなら水持ちいいでしょう。これなら沼の土ですから。土のいいところはね、多かったり少なかったり土がどうこうっていうのをね、後でいくらでも自分好みに調整できるのが、ね、いいところですからね。正面から見たらこんな感じですか？はい。結構ね、滑らかな感じで。そうでやっぱり石の見どころとしては、ここそこですかね。今回はここは多分埋まっちゃうと思うので、
ここを見せるって感じ。そうですね、はい、あんまり毛とが多すぎても重たい感じになっちゃうし、少なすぎたら培養に向いてないし、そこら辺は塩梅はなんかうまいことやんないと。でもいろんなね方が昔から作ってきた石付き盆栽っていう文化がね、作る方が最近少ないっていうのもありますので、なんとかねそうですね、人気出てほしい。楽しいですよ、やってる分にはね、やってるのはね。植え替えの頻度は、普通の鉢に比べたら持つってこと？全然ないですね。もし植え替えるとしたら表面冷気で削って毛土薄くこうなびって足してまた苔張るっていうだけ。それが石付きの大体植え替えですかね。だから手入れは楽になるっちゃ楽になる。そうですね、植え替えそんながっつりはやらない。リースとかねの時いいですよね。そうですね、派手というか自然ですもんね、鉢がね。植え替えは別にもう何も、普通の根の状態によっては、石つかない可能性もあるわけじゃん。あります。結構まだ見てないですよねこれ。まだ見てないけど、まあ上見た感じ大丈夫そう。大丈夫そう。そんな元気が悪いわけじゃないんで。他の人がどういう植え替えしてるのかあんまり俺知らないんですよね。一緒でしょ、でもこういうの。そうですね。でもやっぱね、このレベルの木を石付きにするっていうのは、普通の人は結構勇気いりますよ。かもしんないですね、もし何かあったら嫌ですもんね。そうでもやっぱ鉢ね、今もうこれ入ってる鉢がちっちゃいんで、まあそれもまた石付きにできるなって思う理由の一つですね。そうですね、根の負担が少ない、角っこをやらないとなかなか取れますもんね。抜ける。OK、抜けました。綺麗に。根がちっちゃいね。根が少ない。まあ鉢がちっちゃいからないいですね。ぼちぼちですね。だいぶ根詰まりしてるけど、ちょいちょいさっきからシャリをポロポロ当てちゃうんだよね。すごい軽いしね。軽石を使う。普通にうちで小白植え替えるのはもう赤玉と軽石と炭ですか。はい、軽石割合的には631くらい。赤玉6の軽石さんの。軽石ってのは桐生？桐生じゃない、軽石っていうのがあるんで、多孔質で。桐生あんまりなんか好きじゃない。わかんないけど使ってる人もたくさんいるんでね、なんとも言えないですけどね。で崩す時も後ろを起こして植えるんで、こっち側をね削んないといっぱい。あと右側ね、石になるべくこう寄ってるように植えたいんで、石の形状も頭に入れて。そうですね、削って、このシャリとか当たっちゃいそうだから、具合によっては切ったりするよ。なるほど。どうなってんだ。ここで幹は水水はどこ？ここまでなんですか。そう、これ浮いてるんだ。じゃあそうここ取れちゃいそう。あと起こすから裏側の上の方は減らしておきたい。まだまだだな。結構なんか石ちっちゃい。石がちっちゃく感じる。ちっちゃく感じるかもしれない。でも持ち込み古いよね。普段植え替える時とかは結構枝の芯、中心か、ここをいつも結構削りますね、僕は。あと芯まで水が行くようにっていう意味でね、こう根とかに裏側のなんつうの芯まで当たるようにこう掘ってあげて、水の通りが良くなるように。病気とかだったらね。そうそこにいらないから。そうガンって当たるまでいつもやっちゃう。ちょっとね、根を多めに残したい感じではある。ちょっと少ないかなっていう。別にべらぼうに少ないかって言われたら別にそうでもないけど、でもこんなもん。今こんなもん。
普段は結構こういう作業してる時ずっと音楽を聴いて集中力を高めて。どういった音楽を？それはもうちょっとですよ、プロ野球の応援歌です。そういうやつか。自分を応援してもらってるくらいのつもりで、うん、もう動画撮ったのって何年前ですか？2年ですか？何回か提案したんですけど、そうボツで田口違うでしょ。田口君がすぐ何でもいいから撮りましょうって言ってるじゃないですか、僕は。頑張りましょう。防災会のために。そうでしょ。ある程度ねさばいたら、僕いつもこのアルミ、と、これがねすごい好きで。ちくわのじゃなくて、キクワさんの根があんまり傷まない気がする、やっぱり。これいいですよね。使ってる方多いですかね。感触もいいですよね。そう、硬さというね、さばくのにもいいし、土つくのにもいい。植え替えの時。まあこんなところかな。はい。現実。でこれがこうと。あ、いいじゃん。いい。ちょっとこっち。ちょっと待って、全然ダメ。ダメだった。こんな感じ。ああ、いいです。迫力ありますね。結構石がでけえか。さっき石ちっちゃい。石がちっちゃいか。はい。こんなくらいの角度で。どう？いいじゃん。いいよね。迫力ある。はい。あとは裏側をもうちょい沈めてえかな。高さをね。こうしてもうちょい奥行きだな。裏側を削ってちょっとあれしてみようか。ちょっとスタッフこれちょっとどけて。はい。スタッフどけですか。こっち持って。はい。この台ごとですか。いや、その上だけ。上ですか。ありがとう。スタッフ建設会社の建設会社のスタッフ出てきちゃった。そしてあとは高さっすね。もうちょい裏側か。あんま削りたくないんだけど、でもまあ骨はある。骨はあるからどうにかなる。今日は透かししてから植え替えればよかったね。それだいぶここら辺ちょっと追い込みます。追い込むっていうほどでもないけど。OK。でこうかな。だいぶ寄るかな。まだでも手前がきついね。もっと減らしたい。本当はね、ここをね取っちゃいたい。ああね、これがあるからあんま入んないですからね。でもね、これねバコンってやると割れちゃいそうなんだよな。プロ建設業。こんな感じだろうね。でもこれでまあ大体いいかな。ここだ。なるべくではね多めに残したいところなので、ここに乗ってるみたいな感じ。シャリがギューってね、ここグーって詰めてやればいいかな。よし、今土をちょっと足して、そこからじゃあこの3本線、はい、3本線の赤玉、今年からちょっと固めで、でもそんなに使わない。基本ケットメインでいい。ちょっと混ぜる感じですね。こういう風に今回ふざけないって言った。ちょっとずつね、僕本当に1割も混ぜて、1割くらいかな。そう1割もいってないかもしれないけど。水苔入れる人もいるじゃないですか。なんで、まあわかんないです。ケト土自体が持ちがいいから、持ち入り水苔入れて保水を上げようってことか。保水性もあるし、あとほら崩れにくくなるじゃないですか。ケト土が。俺はあんま使わない感じですか。わかんない。僕もいろんな人のやつ見ますけどね。でも寝る前に盆栽の動画見ると寝れなくなっちゃうんだよな。熱くなっちゃう。なんか興奮して俺ならこうすんのにとか、なるほどね、そういうの考えるとね。まあ大体こんなもんでいいんじゃないかな。これはもう植え土になりますので、ポイントとかありますか、この植える時の。この木とかだとこう寝てしまうんで、ちょっと気持ち置き気味で固定するといいです。葉が増えてきた時にどうしても重いで多少こう下がってきちゃうんで、なるほど、多少こう気持ち上げ目にしておいて、とかだと何年後かにこう自然樹形っぽい感じになりますね。
でこういうつなぎ目ちゃんとなじましとかないと後が大変。崩れやすくなる。そう乾燥して割れてきちゃって空気入っちゃって柵乗らないっていうのがあるから、じゃあ木を固定していきます。はい。猫こんな感じ、ちょっと気持ちいい。根が元のね土が硬いんで、はい、根は多めに残しておきます。よし。だからこのくらいで植えたいから、気持ちこのくらいで植え付けたいっていうことですね。まずはちょっと一回仮で。なんかちょっとかっこいいかも。で僕は角度に結構こだわりたいタイプなので、導線はすごい多くつけてます。めっちゃ消防車、ピーポー車、救急車。いいんじゃない？結構多分かっこいいんじゃない？かっこいいかっこいい。いいですよね。なんか、風景見えそう。プロっぽいね。僕は心配性なんで、結構割と導線は多めにつけてます。これだと何本？1箇所2箇所3俺6箇所か7箇所くらい多分つけてでここで仮止めしたら、細かい角度調整は毛と土を足してやっていきます。じゃあ完全に角度決めてから固定するみたいな。もうほんとマジそうっすね。マジそうっすね。まずとにかく隙間がないようにですよね。で起こしたい方の下側にちょっと足していく感じ。今年はね結構普通の植え替えの数がやばくて、多くて石付きまだ作ってなかったんですよ。今年初だと思う。でもなんかやっぱ思い出しますよね。このいいやんみたいな、この自己満じゃないけど、なんかやっぱつけてその後ね、草とか苔とか張ってる時がなんかね、楽しい。なんか仕事しててよかったなって思うことありますよ。なんかアクアリウム作ってるみたいな気持ちになる。好きだからね、アクアリウム。大体 OK。こんなもんね。角度はよろしい。マジでいい。マジでいい。角度は今マジでいい。マジで OK。そしたら固定していくんですけど、こう後ろからを上げてるんで、こっちの手前肩からまず止めていきます。なるほど。こういう時にいくつもこう固定の導線を使っておくと固定しやすくてよろしい。この寄せする臓器みたいなものも止められるしみたいな。そうこれから後で裏側に草物つけていきますけど、そういうのもねやりやすいんで、もうまず固定がね大事。命古いね。でこれを外してみると今前後一応止めましたけど、すごい細かいこだわりなんですけど、これいやここのねちょっと足が浮いてるんですよ。そういうところがよく見えると自然の奥行き感はあるの。これはそんなないけど。なるほど。そういうのも結構気にはします。だから不安定な形の方がね、そうですね、いいって言いますよね。でここが水水生きてるところなんで、ここが可能な限り見せたいところなんですよ。こういうところはね。そうですね。だから針金がかかんないように。足を刺して、ここに引っ掛けると。そうですね。はい、OK。大体こんな感じ。これで多分もう動かないと思う。これで動いてたらちょっとセンスない感じ。大丈夫ですね。土台が固まってるんで。でこだわったのはもうこれがもうびっちり右側に寄るように、こう押し込みながら固定したのと、この間とかも石と干渉しているので、ゆくゆくは切っちゃうかな。切っちゃうかもしれない。根を保護してね。何すんだいと、昼飯でも食いに行くんじゃないかと。行きますか。なんでやねん。行かないです。今度はね裏側の草物何を植えるか考えようタイム。なるほど。はい。
こっちね裏がだいぶ開いてますから。まあ、正面から見て、はい、見えるようにってことですよね。そうですね。ってことはこっちかここから出すってことだ。そうただカメラの方に向けるからじゃん。こっちって奥側の景色じゃないですか、後ろ側、はい、これがこっち前向いてたら気持ち悪いんですよ。裏側はやっぱり裏側なんでね、裏向いてないといけないので。なるほど。例えばね、宮間霧島、はい、こういうの、こういうのを、まあ、こう植える、まっすぐ植えるんじゃなくてこう向きに植えるとか。なるほど。あとこれはもう土留め、前も言ったけどこう土がこぼれるのを阻止してくれるので、はい、まあこう後ろ向きあたりにガポってはめちゃってでつける角度もちゃんと自然になるように、だって山で頂上の方が自然が厳しいわけですから、はい、山の頂上の方にこんな風に割ってることはないわけです、こうなってたりすごい傾斜に沿ってたりとかっていう景色になると思うので、あとはうちで一番よく使うのは長寿梅なんですけど、長寿梅ちょっと持ってきていいですか。はい、一個一個木型が違うので悩みますね。いくつか候補を持ってきました。長寿梅で、僕はいつも鉢合わせもそうですけど、やっぱ木の格と合ってるものを使いたいと思うので、これ木これだけ古いのにちょっとこれだけ枝分かると、まあ作りました感がやっぱ出ちゃう。なるほど。まあじゃあいざどこかで展示するってなった時に、これ最近作ったやつだなみたいな、っていう風に思われちゃうのもね、そうですね。いや僕は嫌なので、こっちの長寿梅を使っていく。もう肌ちょっときてますよね。きてる、肌もきてる。まあでもねこんくらい回ってるんで、これをここにこうがっぽりはめるのはすごくちょうど良さげなんで、はい、はい、いいサイズですねこれね。ほらちょうど入りそう、こうやってでちょっともう一回前から見てみます、はい。あ、これちょっとなんか露骨じゃん、露骨じゃないと思ったでしょ皆さん。思いました。私も思いました、はい。ちょっと前後を削ってここに入るようにね調整していきます。ここの溝だな、こういうふうに、どう？まあなんか、まあ、ちょうどいい彩りよしこみたいな、OK。 じゃあ今の感じでこれはつけていきます、はい。で添えのこういう草物もちゃんと固定した方がいいね前固定しないでいたら、はい、長めの時その毛とちごとボロッと落ちちゃって、いやーみたいなのあったんで、こっちが前かこっちが前か、こっちの方が木の幹よく見えますね。これをじゃあ斜めにしてこうやって入れちゃいます。ここ追い込むかも。決まりました。はい、はい。長寿梅はね、花も咲きますし、そうやっぱこれは心拍だけだと寂しい。そう、季節感ないですからね。私はあんまり好きではないですね。何種類ぐらい？あとそこ、あっちには裏にあるやつ。あそこに用意してます。こんなにつけるか？いやいや、こうね。ミセバヤ、チェッカーベリー、チェッカーベリー、水気症などです。ちょっと乾いちゃうな。普段外でやるってあんまりないですからね。まあそうですか。やっぱ風があるから乾きやすいですね。そう。ケアしないと。毛とも割れてきちゃったりするんで。なるほど。もうでもここら辺に草とか入れてもうるさいもんな。朝霧草とかなら入れたいけど、ここにあってねえ、黄金シダの根を入れるんですよ。ピッピッピッって黄金シダがここらにこうわーってくるよ。こう垂れてたらいいな。来ますね多分根っこ。あんまりあってもうるさいんでやめます。やめる。なしにします。じゃあもうあと黄金シダぐらい。黄金シダとか見せ場屋でも刺すか。日高見せ場屋。これ結構可愛くて好き。ピンクの花咲くの。そう。多肉っぽい感じです、ね。だから多肉の仲間で今売れますよね。日本のものだと。
で見せ映えの何がいいかって言ったらやっぱ刺してつく、何しても丈夫、丈夫。ね、どんどん崩して植えたりしても全然つくし、どういったところに実践してるんですかね。いや山岳地帯だと思う。大丈夫ですか。乾燥に乾燥に強いからああ、なるほど。大丈夫です知らんけどみたいな、思うって言ったから。思う。じゃあ見せ場株分けしよっか。はい、株分け。見せ場結構好き。こうやって入れちゃう。ちょっとなんかお前違うぞ感あるよね。こんな感じでこう入ってては欲しいけど、いいか、ここにちょっとやってみます。ダメなら抜いちゃう。わかりました。こっちはせせり出てくるような感じだな。こうなんだな。おつけ。そしたらもう埋めてくる。そしたらケトケトしていきます。はい。受け取っちゃって。受け取っちゃって、こういう隙間もねちゃんともう指でこうやってギュンギュン押して、草を足してから全体に土を持ってくるような感じ。そうですね。見せ場は別にこうなろうが別にどうなろうが見せ場切ってもすぐ吹いてくるんで、なるほど。選ばないです。あんまりね。気にしなくて。全然根だけ残ればいいと思う。今ね、経験。はい、まあそう実際使ってるからそれは大丈夫です。いやでもね、こう石継ぎっていいなって思ったきっかけはきっかけでちゃんとあって、結婚式するときに、じゃあ今盆栽の仕事をしているので、なんか盆栽の写真をみたいなんで昔のアルバム見たの、家にあったやつ、そしたら親父が3、40年くらい前かに石付きにしたっていう木があって、それとこう僕と親父でなんか写真撮ってるのがあったんですよ。いやその木まだ普通に生きてるし、なんかすごいなみたいな、自分が作ったものがこうオンリーワンとして何十年も残るっていう点にすごい惹かれたのはある。なんか作るの楽しいじゃないですか、自分で。そうですね。やっぱり自分の未来を自分でちゃんと切り開いていきたい。カットで、今ちょっともうユーゾ顔しちゃったから、思わずズームしちゃいました。ダメね。俺がこだわるのはなんかこの土のつなぎ目、こういうところをちゃんとこっちの石の接地面とかこうやってなじましとかないと絶対割れちゃう。途中で割れちゃうとマジでいいことないんで、割れないように、滑らかにしていった方がいいってこと？そう。表面を。そう。絶対そう。そこひび割れる起点になるから。こういうとこね、あとはまあ隙間ね、細かいところできるだけ入れていきたい。でこの水水が今ちょっと汚れちゃってますけど、こうねちゃんと見れるようにこの木はしっかりここですね、ちゃんと見えるようにしてあげた方がいいと。でもだいぶこれ後ろここに土が入るんで培養はしやすいな。いいですね。あんま山盛りもできないけどここに入るのが大事。部分に土がそう大体かっこいいなと思う石突きは裏側とかで容量確保してるのが多いですから。なるほど、正面の土を少なくしてよく見せれるってこと。そうです。鉢写りと一緒ですよね。やっぱ薄い方がねこう品よく見えるし。今だいたい土入れの終わったっすね。で前も動画で話したんですけど、起伏ね、だから例えば今こうボコボコしてますけど、これ苔張った時自然になるんで、毛と土をわざとボコボコ。そうでこのくらいの玉とかにしてちょっと土こぼれちゃうかなみたいな、こういうところにこう、押し込んでなじませてこういう感じにしておくと、より自然な仕上がりになりますね。わざと作る。そうでのっぺりしてたらちょっとねなんか人工っぽい感じが、あとは裏側とかだとね水がこうやって流れていきそうなんで、
こっちに、なんでダムじゃないけどちょっとこの辺りにこういうね山を作って、水が溜まっそう流れちゃうよりは下に染みてった方がね、木にはいいのでこういう風にしておくとなるほダム的な。ど。あ、苔張ってます。もうすいません、苔張るとね一気に自自然然味がに増しますね。増しますね。やっぱねどっか苔自然で取ってくる時も薄めなやつがいいんですね、ここら辺はねちょっと他の盆栽についてたやつはい。を持ってきたもんですけど、こういう草とかは撃墜して裏の土もこう切って、薄くして。あ、見てなんか出てきた。お、うわ、ムカデ。でね、苔はねこう周りこの中心じゃなくてこの張った周りをこう毛とになじませていく感じね、ちょっとね今回は撮影の都合上豪快に張ってますけどはい。後でちゃんと直します。でちょっと傾斜が急なところはここ強めに押し込んどいて、あ、やべえ黄金石で入れます。ちょりちょりやん。いらっしゃいませ。これはねもう当店用黄金石だみたいな、カリカリですね。カリカリなんですよ。いいですよカリカリ。根っこを使うんですか。そう上はなくていい、こういう根っこが残ってれば勝手に出ます、であとはこぼれそうなところ、例えばここら辺とか、ちょっと流れ傾斜が急なので一回剥がしちゃいますね。なるほど。普通に上からここ貼っちゃってもいいんだけど、今回はじゃあ丁寧にねここだけこうやって出しておきますよ。これが根が伸びてって、そう自然と5、6月になったら葉っぱポポって出てきますよ。土のこぼれを防ぐ。はい、土留め。これであんまり深く植えすぎちゃうと俺出ないかなとは思うんですかね、表面は出しとくぐらい。そうそんな感じで、上から別に苔張っちゃっても出ると出るし、葉っぱごと植えない理由は新芽が綺麗だからみたいな。どうせね今ついてるのはもう枯れてるやつだからまあ根っこが大事なのかもしれないですね。そう根っこが大事。土を止めるのが一番の目的だから。そうですね、はい。根が横に伸びる性質のあるものだったら僕は何でもいいと思います、はい。汚れを取ったりこう石の見せたいところとか際をで水をやりながらちょっと押し込んでいく。で今回はこの裏側が大容量のウォータースペース、これでかいですね。OK でございます。はい。じゃあ完成。違う間違えた。今日ボケないって言った。で最後にもう一回よく見て枝抜きます。枝抜く。はい。食に飾りました。完成です。いろいろ今なんかねお話ししましたけど、ちょっと枝が抜きたくなってきたと。いやなんだっけ。最初から抜く予定でした。最初から抜く予定だった。で最初はここの枝がいらないかなって差し枝ですよね。思ってたんですけど、ここね。でもやっぱ石結構重たく見えるんで、今水くれたのもあるし、石が重たく見えるので重みを残すためにここは木全体の重みを残すためにここは残します、で代わりに、今こう細かい棚が連続になってるんですけど、ここかな、やっぱここ抜いてなんか見えるようにした方がいいと思うので、これは切っちゃいます。
うん、でこれで中が見える。見えますね。であとはまだ見てるとここ中見えて、ここ枝の梢が見えるくらい軽やかなのに、ここがやっぱ重たいですね、うんうん、で多分ここに1本立ち枝回し込んで小さくまとめてある立ち枝がありますんで、これですね。そうですね、そこは上に向いちゃって、そうですね、やっぱ勢いが強いので、ここは切っちゃいます。ただ切ってもここにいい枝があるんで、うんうん、これを膨らみにすれば枝が全体に上向いてる箇所がないんで、もっと左流れに見えるし、枝の落ち着きも出るからと。これ回してくれと。そうですね、はい、いい膨らみになると、コンパクトになったっていう感じかな。はい、そうですね。この枝をこう上に、ね、しっかりと流れを受ける枝なんで、重みが出るようにこう前じゃなくてこっちに広げていいと思いますね。なっていけば、あと裏側か、裏側も一箇所抜きたいですけどね。裏側はこの岩とちょっと干渉しているところがあるので切っちゃいます。まだぶつかってるかな。そうですね。はい、こっちの下もいいから切っちゃった。でこの植え替えと同時にやっぱそのいらない枝を切る、太い枝を切る作業すれば綺麗な負担が少ないんで、はい、活着もしやすいんじゃないかなと。でここがなんかより一層際立つようになったし、木も軽くなったし、中も見えるようになったし、なんか変わった感じはちょっとしますね。はい、現場からは以上です。じゃあマイク拾ってないですね、そこ。現場からは以上です。はい、あと針金掛けはもうしばらくしたら落ち着いてからやると。そうですね、現状今はこれで現代スペースは終わりと。おじゃでございます。はい、じゃあ本格盆栽の石付きを今回はやっていただいた、本格かどうかはね、こう見てる人次第になるかもしれないけど、はい、どうですか、自分がやってみて、思ったよりなんか石が大きく見えるかも。土もいっぱい入れすぎたのかもしれないけど、まあでも思ってたように木の角度も自然と思ってた通りにできたし、あとは自然にね、こう黄金石で後でセダンも植えたりするかもしれないけど、そういうなんか馴染んでくればいいのかなと思います。前回の石付きの動画で作ったのはこちら、あるけど、この時も根だけですよね、植えたらね、黄金石だ。そうです、根だけ植えて、このぐらいだとそうなんで、また春出てくるけど、こういうふうに馴染んでいくと、いろいろ。そう、ちゃんとだからこのへりとかもね、練っておくと浮かないし、こうちゃんとくっついて、外れてないってことですね。そう、パカパカしてない。苔も維持してるし、そう特にこう貼ったりはまた足したりしてないので、そういうのを培養も考えて作ってるわけですね。そうですね、それができればいいんじゃないでしょうか。石付き皆さんもぜひチャレンジしてみるね。こんなにすごいいい木じゃなくても気軽にね、御用とか赤松とかでもできるので、石につければよく乾く分肌が来やすいっていうね、メリットもありますから、自然の景色をねこう再現しやすいと思うんで、興味のある方はやってみてください。それではありがとうございました。ありがとうございました。こういうのだから載せちゃうから、こういうの載せちゃうとまたいいね。ちょっと左手だけで見てください。左手いいですね。もうちょい裏崩せそうだな。いいです。これはね、やっぱ当たってますね。いいです。とてもいいです。でもおじさんみたい。そうです。そうです。でもね、こう夢、最近子供にこう夢をどうのこうの言うじゃないですか。それ何俺もね、夢はある。言われてみると2つか3つある。メジャーリーグ見に行きたいのと、それはいつでも行けるんですか。そんなことが大谷にいる時行った方がいいでしょ。いや、大谷はダメですよ、もう今日。嘘。興味ない人いる。あとカナダでこうヘラジカってわかります？こう車よりでっかい鹿、あれを見たい角すごいのと、あとは俺が 1,2 年目の時に世界盆栽大会あったじゃないですか、大宮で。あの時何もやってないんですよ僕、ペーペーだから。石付きのデモンストレーションを大きいのやりたい。
全部できますね。じゃあ手入れメジャーなんかいつでもいけるでしょ。だってまぶっちゃけあね、その改作やるっていう人はいっぱいいるけど、一式作ってちゃんと作れて表に出れるっていう人多分少ない。俺じゃんと思って。そうね、やりてえなみたいな。やりましょうよ。舞台裏まで密着してね。やりますよ。いや、めっちゃ緊張したとか言って集客しますよ。はい。飯付きでなおのこはせるな。超えないとな。大丈夫かな。ああ、ダメだ。おまけだなこれ。ダメ絶対ダメ。もう業界で生きていけなくなっちゃう。でも夢を語るのはいいじゃないですか。でもでっかい壁があるから、まあ頑張んないとね。どんどん編集してくださいよ。頑張ってそこに先輩向かうようにってことですよね。お願いしますよ。全然ポジティブなことです。いやでも世界大会が日本でやるときに、そのみんなやってるの見て、すっげえ羨ましかった。ああ、そうね、忘れちゃう。僕見に行ってないから。俺見た。まだその防災やる前だから。なんかそれでこの仕事やっぱもっと極めたいっていうかちゃんとやろうみたいな風に思った記憶ある。展示だけだったんで。売るのもいいけど作るのもねできないってことですね。最近でもねすげえ言われる。なんかキャラと仕事が合ってないみたいな。こう職人ねの方とかこう寡黙な方とか多いって友達に言われて、職人なんだよっつって。そうね。合ってないですね確かに。誰が言うてんねん。誰が言うてんねん。僕は合ってるでしょ。誰？僕は合ってるでしょ。職業 YouTuber。いやでも大宮で初めてタクちゃんと会ってなんか飯食ってて、こんなにド S な人いるってすげえ驚いた記憶あります。そんなに攻めてました？切れてたあの時は。切れてた？いやでも僕が？いやこういい意味で切れてたっていうかとんがってた。とんがってた。そのでも熱意がすごかったと。でも俺はすごいなと思ったんで。あの時の熱意はもうない。田口さん、そんなことないよ。どうにか一人じゃ無理っていうのは分かったんだ。まあね、だから賛同者募集中ですよ未だに。そうだ。いや違う僕がやりたいとかこうすればいいのにって思ってることを一緒になってやってくれる人がいないと無理ですよ。まあそうですよ。でもそれ業者さんじゃないですよ多分。盆栽業者じゃない。企業とかそういうスポンサーじゃ、スポンサーじゃねえっつってスポンサーじゃなくて、その人がもう主体となってやってくれるぐらいじゃないと、